皆さん、こんにちは。今回は犬が話しかけているような6つの仕草についてお届けします。犬は私たちの言葉が話せない分、ボディーランゲージを上手に使ってコミュニケーションを取ろうとしてきます。犬とコミュニケーションを取る際、彼らの仕草や表情にも注目することが大切です。概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、気になる項目からご覧いただけます。それでは始めましょう。犬が話しかけているような6つの仕草。1つ目にご紹介するのは前足でちょんちょんする仕草です。これは犬が何かを求めたり注意を引きたい時にする仕草です。どんなことを話しかけてきているのか詳しく見ていきましょう。犬は前足でちょんちょんとすることで飼い主の注意を引こうとします。例えば散歩に行きたい、ご飯が食べたい、遊んでほしいなど何かを求めている場合があります。状況に応じてその仕草に応えてあげましょう。犬が前足でちょんちょんとすることは飼い主に近づいて一緒にいたいという気持ちを表現することがあります。犬は飼い主との絆を深めたり安心感を得たりするためにこの行動を行うことがあります。ゆったりとその気持ちを受け入れてあげましょう。また不安や不快を感じている時にも前足でちょんちょんとしてくることがあります。例えば大きな音が聞こえたり聞き慣れない音が聞こえたりする場合にこの行動をとることがあります。こんな時は不安を受け止めてあげましょう。さらに前足でちょんちょんとすることで遊びに誘うことがあります。この仕草は犬同士のコミュニケーションにおいても見られる行動です。思う存分遊びに付き合ってあげましょう。このように犬が前足でちょんちょんとする仕草はその状況によって異なる意味を持ちます。飼い主はこの仕草と状況を読み取り、愛犬が何を求めているのか理解することに努めましょう。犬が話しかけているような6つの仕草。2つ目にご紹介するのはおもちゃを持ってきたり押し付けてくる仕草です。これは犬が遊びたい時や興奮を共有したい時に行う仕草です。どんなことを話しかけてきているのか詳しく見ていきましょう。犬がおもちゃを持ってきたり押し付けてくる仕草は遊びたいという意思表示でもあります。犬はおもちゃを持っている時に遊びたいと感じ、飼い主と一緒に楽しい時間を過ごしたいと考えています。たくさん遊んであげましょうね。また犬がおもちゃを持ってくる仕草は飼い主との信頼関係や絆を示す行動でもあります。犬はおもちゃを飼い主に持っていくことで自分の大切なものを共有したいという気持ちを表現しています。ありがたく受け取ってあげましょう。犬がおもちゃを持ってきたり押し付けてくる仕草は飼い主との関係を深め共有したいと思っていることを示しています。飼い主はこの行動を受け入れて愛犬とのコミュニケーションを楽しんであげましょう。犬が話しかけているような6つの仕草。3つ目にご紹介するのは体をすりつけてくる仕草です。これは犬がコミュニケーションをとったり愛情を示したりするために行うものです。どんなことを話しかけてきているのか詳しく見ていきましょう。犬が体をすりつけてくるのは愛情を示したり親密な関係を築こうとするための行動です。犬は飼い主に対して安心感を感じ距離を縮めたいと考えているのでしょう。たくさん愛情を表現してあげましょう。犬は体をすりつけることを愛情を求めるコミュニケーションとして行います。体を撫でてほしい時にすり寄ってくることがあります。たくさん撫で回してあげましょう。また犬が体をすりつけることは匂いを共有するための行動でもあります。犬は自分の匂いを飼い主に伝えることで絆を強化しようとします。たくさんスリスリさせてあげましょう。犬が体を飼い主にすりつける仕草は愛情や安心を求め飼い主とのコミュニケーションを深めたいと考えていることを示しています。飼い主はこの行動を受け入れて愛犬との絆を育んでいきましょう。
犬が話しかけているような6つの仕草。4つ目にご紹介するのは、飼い主に向かって吠える仕草です。これはコミュニケーションの一環として行われますが、状況によって異なります。どんなことを話しかけてきているのか、詳しく見ていきましょう。犬が飼い主に対して吠える場合、それは何かを求めたり、欲求を示したりするために行われることがあります。例えば、ご飯や散歩の要求、遊びの誘いなどがあります。いつものルーティンを忘れていた場合は、すぐに対応してあげましょう。犬が飼い主に対して吠える行為は、不安や不快を感じた時に行うことがあります。例えば、犬を置いて外出しようとしたり、遊びに満足していないのにその場を離れようとしたりする場合です。なるべく早く戻ってあげるようにしましょう。また、興奮したり喜んだりする時にも吠えることがあります。例えば、散歩に連れて行ってもらえると気づいた時や、ご飯の準備ができた時などです。愛犬が喜んでいる姿は愛おしいですね。犬が吠える仕草は、彼らの感情や状況によって異なる意味を持ちます。飼い主は、犬の吠える仕草を状況から判断し、意図を理解してあげましょう。また、適切なトレーニングを用いて、望ましくない吠え癖をコントロールすることも重要です。犬が話しかけているような6つの仕草。5つ目にご紹介するのは、じっと見つめる仕草です。これは、状況によって様々な意図が含まれます。どんなことを話しかけてきているのか、詳しく見ていきましょう。犬が飼い主をじっと見つめる場合、それは興味や好奇心から来る仕草かもしれません。犬は普段とは違った動きに注意を向け、その興味を満たすためにじっと見ることがあります。軽く話しかけてあげると良いかもしれません。犬が飼い主をじっと見つめるとき、それは何らかのコミュニケーションを取りたいと思っている場合があります。犬は飼い主との視線を通じて遊びたい気持ちやお腹が空いた状態を伝えようとし、注意を引こうとすることがあります。状況に応じて意図を汲み取ってあげましょう。犬が近くでじっと見つめる場合、それは愛情や信頼を表す行動であることもあります。犬は飼い主に対して親密な関係を築こうとし、その存在を感じるためにじっと見ることがあります。優しいトーンで話しかけてあげましょうね。犬が飼い主をじっと見つめる仕草は、状況によって異なる意味を持ちます。状況に応じて意図を理解してあげましょう。犬が話しかけているような6つの仕草。最後にご紹介するのは、尻尾を振る仕草です。これは、コミュニケーションを取ろうとする際や、特定の感情を表現するためによく見られます。どんなことを話しかけてきているのか、詳しく見ていきましょう。犬は飼い主や他の犬との遊びを楽しんでいる時に、尻尾をブンブン振ることがよくあります。これは喜びや興奮の表れであり、犬が楽しい時間を過ごしている時に見られる特徴的な仕草です。愛犬が喜んでいると飼い主も嬉しくなりますね。犬は飼い主が帰宅した時に尻尾をブンブン振ることがあります。これは挨拶や歓迎の表現であり、友好を表す仕草です。歓迎の仕草に十分に応えてあげましょう。犬は飼い主の状況に関心を示したりする時にも尻尾を振ることがあります。これは犬が飼い主の行動を観察している時に見られることがあります。話しかけてあげると喜ばれるかもしれませんよ。犬が尻尾を振る仕草は彼らの感情を表す重要な手段です。状況から判断してその意味を理解し、犬の感情に応えてあげるようにしましょう。いかがでしたか？愛犬が話しかけているような仕草をしてきたときは、絆を深める絶好のチャンスです。これらの意味は完全に飼い主としての想像でしかありませんが、状況に応じた意味を上手に汲み取り、期待に応えてあげることで、愛犬との絆がより深まるのではないでしょうか。それでは、次回もお楽しみに。チャンネル登録や高評価、大変励みになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。